かで今日はーす。はい。りーちゃんの秘密をりっちゃんの秘密。秘密と悩める皆さんになんだろう私は今まであんまり自分のセクシャリティについて語ってこなかったんですけど、はい、もっとストレートということしか言ってなかったんだけど、なんか正確にはもっとストレートではない、まあストレートなんだけど、なんか結構いろいろ悩んできたので、いろいろ悩んできた過程と、それから今後ろに流してるアイドルに出会ってどう人生が変わったのかっていう話をちょっとしていきたいと思います。お願いします。いや、なんか難しいね。悩んでたんだね。そうなんか今までの動画では、さくちゃんはもともと女の子が好きだってことに気づいてて、私は女の子と付き合うのはさくちゃんが初めてだけど、それまでも割とどうなんだろうと思った瞬間はあったっていうか、割と悩んで生きてきたのね。なんかもともとずっと男の人としか付き合ったことなくて、リアルでその友達とか女の子を好きになったことはないから、まあストレートなんだろうと思って生きてたのね。けどなんか本当にそうなのかなって思う時がちょくちょくあって、みんながやっぱ男らしさを感じた瞬間にすごいときめくって話をしてて、でそこで初めて違和感を感じたんだよね。私別に男の人だって思ってときめくことはあんまりないなと思って、でも当時はあんまりその違和感が何なのか分かってなくて、結構私にとって決定的だったのは、身近で女の子のカップルが一組いたの。なんかそういうのもあるんだ、なんか素敵っていうかいいなって思った時に、いいなってなんだろうと思って過去に特別男の人に違和感とかすごい女の子が好きとか思ったことはないけど、世の中の普通に合わせたくて、なんか羨ましいって思っちゃったけど、羨ましいとか思っちゃいけないんだと思って、いや男の人だけを好きになるんだって思ってたんだけど、でもなんか割と抱えきれなくなって、結構悩んでたんだよね。でその時に私の人生を変えた曲っていうのがあってちょっとそれを流します。私たちがその前回の動画で出会ったきっかけとして話してるグループが、私の今話してるこのグループなんだけど、この「オーマイゴッド」っていう曲、歌詞を見ていただくと「She took me to the sky」C なんですよ。これは女性同士の恋愛を歌った曲なんですね。はい。で、そうなの。C がね、ちょっと見てほしい。見せてくれた。スジンちゃんこの主人さんに狂わされた人。はい、まあ語弊を恐れずに言うなら、気が狂いそう。狂った人人悪魔役の子が魅力的というか、女の子を誘惑する悪魔の役だったのね。でそのスジンちゃんが魅力的すぎて、韓国の全女性が同性愛者になってしまったと言われてたんだけど話題だったよね。そう全員をレズビアンにするつもりだみたいなこと言われてたよね悪魔ってさ、自分の理想とする姿で誘惑してくるみたいなの言うじゃんか。私これ見た時に、きっと私に悪魔が現れるならこういう姿だろうなと思ったのドゥルの女性同士の恋愛の曲の女性を誘惑する悪魔の役にときめいてしまいおよおよもしかしてと思ったのが2020年。一旦忘れて暮らしてて、告白してくれた男の人と付き合ってみたりしてたんだけど、でもなんか自分の中でこう男の人だから好きになってるわけじゃないし、世間でいう普通の道をさ進んでいくことに対する違和感みたいなのが結構あって、でその時にはって思い出して、3年前に聞いた「オーマイゴッド」をね聞き返してみたの、ちゃんと歌詞を見て。したら「オーマイゴッド」ってなったの。それで変えてるね。そう、その時に偶然やってたスジンちゃんを崇めるアカウントフォロワーそうミンニリヤコペンのお姉さんと出会ったのがそれなんだけど、私がある日突然「
私今までストレートだと思って生きてたけどストレートじゃないかもしれない、わかんない、どうしよう、苦しいみたいな気持ちを吐き出して、それに DM をくれたのがさくちゃんだったっていう。はーいありがとうここからねそう始まりなんかます。本当かみたいな話だよねその時は本当に真剣に悩んでるこの子と思ってそう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 、真剣な DM を送ったよね。ストレートではないかもしれないっていうのをある程度思った上で出会ってるから、そうなの。だからさくちゃんが女の子のことも好きになれることを知ってたんだよね。そうじゃないとさ多分言わないよね。私がまず言わんし、めったにそもそも言わないじゃん、言わないよ。さくちゃんって。だから前回の動画で長いこと相談に乗ってもらってたって話したと思うんだけど、それは人間関係とかだけじゃなくて、私ってストレートなんでしょうか、バイなんでしょうかみたいな相談をねしてたんだよね。さくちゃんがさ、ずっと前から口説いてたみたいだね。違うんですそうなの、本当に純粋に自分の体験も含めて、自分の気持ちを押し込めて墓場まで持ってこうと思ったことさくちゃんもあったんだよね。そうそう、墓場まで持っていこうと思って持っていけないなと思ってそう、さくちゃんは諦めた人間男の人とも付き合ってたから、その時はもう墓場まで持ってこうそう持ってこうと思ってたけど、墓まで持ってきずに、そうなの、ミニそうミンニーってなってで、さくちゃんも私も実は一回結婚しようとしたこともあって、2人とも墓場まで持っていけなかった。そう持っていけなかったから、この子を持っていけるのかどうなんだろうと思って。そう、私はそのツイートをした当時はまだ付き合ってて、元彼と別れたのは全然関係なく、普通に性格と価値観の不一致なので、別れなかったら多分墓場まで持ってこうとしてたんだろうなって思うんだけど、私ってもしかして同じ気持ちで相手のことを好きじゃないかもしれないと思って、なんかそれってすごい申し訳ないっていうか、答えられてないんじゃないかな気持ちでみたいな、視聴者の方も、自分がセクシャリティが分かりませんみたいな問答をさくちゃんに送ってくれる時もあるじゃんか、分かんないよねって思って、すごい気持ちが分かるの。私も未だに自分が何なのか分からない。分かんないよね、本当に分からない。なんか今まで男の人と付き合ってたけど、男の人が好きだったかどうかも分からない、流動的でもあるし、でもかといって人生で女の子を好きになったのがさくちゃんだけだから、女の子を好きなのかどうかも私は分からない今さくちゃんが好きだってことは分かるけど、一体自分が何セクシャルに当たるのかはずっと分かんないかも。まあそれでいいんだよね、わざわざ、まあ分からなくていいんだろうなって思うんだけど、さくちゃんと話していく中で私の人生はだいぶ変わって墓まで持っていくのをやめてさくちゃんと付き合っていますっていう、これが私の人生でしたね。それがね、今年そうなの、そのきっかけのそうドゥルのライブにそうなの、2人で行けて、そうしかもその時のツアーのテーマがもうぴったりだったんだよね。そうなの、りーちゃんに。私は今まで結構周りのリズムというか、周りと同じペースで同じことをして生きていかなきゃって思ってたタイプだったの。自分は本当にストレートなのかと本気で悩んだ時に、ツイートしてさ投稿したら認めちゃうじゃんか、自分が普通じゃないかもしれないってことを。だからずっとなんか思ってたけど口に出さないようにしてて、私にとってはそのツイートすっごいフォロワーが少ないそのアカウントで口に出すってことがすごい勇気がいることだったの。で今回のドゥルのライブのワールドツアーのテーマがシンコペーションで、シンコペーションって何かっていうと、ここで本来来るべきタイミングにリズムを置かず、あえてずらすことで強調したり新たなリズムを生む音楽技法っていうのが定義なんだけど、下手くそだったっていうのがテーマで、なんかこれはもう私のためのライブなんだと思ってそうだね。だって私はずっと合わせて生きていかなきゃって思ってて、
勇気を出してこうずらしたことで、その唯一私がずらした1個のツイートだけでさくちゃんが DM を送れて出会って好きになってってなったから、私がその時多分口に出したら認めちゃうみたいな感じでツイートしなかったら、絶対に出会ってなかった。ずっと同じリズムだった、そうそうそう。私にとって勇気を出して世間の普通から外れるっていうことをドゥルがワールドツアーでこう体現してくれてるというか、ずれてもいいんだよ、それがリズムがずれて普通じゃなくなってもそれが新しいリズムを生んで、新しい音楽になって、そうやって私たちは音楽を作ってきたんだよっていうのをすごいなんかツアー中ずっと通して訴えかけてきてくれて、本当に泣きそうになったっていうのがすごい感動したんだよね。感動したよね、しかもね1曲目がさ、そうなの、モノっていう曲なんですけど、歌詞をちょっと聞いてください。 You're from the right, I'm from the left, whether east or west, whether straight or gay, every day and night。 聞きましたか？そう、ゲイすごいよね。あなたが東の出身でも西の出身でもストレート左派でも右派でもストレートでもゲイでもみんなそんな属性にとらわれず世界をもの一つにして歌おうっていう曲なんですよ。そう、この曲はってかドゥルは絶対誰も見捨てないんだよね。本当に私たちがこのグループを通して出会ってるだけあるっていうか、本当になんか悩める全世界の人に見てほしいグループだし見てほしい曲で、今までもさドゥルはさ誰も見捨てないグループだったじゃん。これがね今回のライブの1曲目だったの。今回のライブの主題がこれだったんだよね。Where the straight or gay? ゲイだったの、掛け声が。Straight or ゲイそのゲイって掛け声は公式じゃないんだけど、ファンがみんなそうゲイって叫んでて、その瞬間に今までモノクロだった映像が虹色になって、ペンラも会場全体がバーって虹色の光になって、世界のイベントなんじゃないかってそうだったかも。だってプライドマンスにさ6月の確かに1曲目がこのものでさ、会場全体でゲイって叫んでペンラが虹色になる空間やばくないそれイベントかも。そうなの、本当にドゥルと共に人生を歩んできたというか、ドゥルによって人生が変わったね。そうそうそう、オーマイゴッドで女性同士の恋愛を歌った曲で自分はストレートじゃないかもと思い始め、モノで肯定されるっていう、本当に泣きそうだったよね。次はこちらヌードという曲ですね。ですね。これもねまた深いんだよね、いろいろと。そうなの、私この曲でもう一段階深く、なんか感動したというかドゥルにハマったから、ちょっとシェアしたくて布教させていただきます。はい、この曲もすごいメッセージ性があって、めちゃくちゃあるねでこれはマリリン・モンローをテーマにした楽曲なんですけど、でマリリン・モンローって聞くと、なんとなくセクシーな女性のイメージが、アイコンだよね。そうあったり、ヌードっていうその曲名からもそんな、なんかセクシーな感じがするけど、実際そうじゃなくて、なんていうの、ありのままの姿を表してる曲で、そうそう、なんかソヨンはもともとマリリン・モンローロールモデルとしてこの曲を作る時にマリリン・モンローのイメージじゃなくて、実は読書家で知的でみたいな側面に目をつけて、マリリン・モンローだったりヌードが持ってるセクシーイメージを逆手にとって、そういう単語、私たちは裸で生まれてきたのにヌードって単語に性的な意味をつけたのはあなたたちですよねっていう、語りかける感じ。そうそういう曲なの。深いよね。そうなの、なんかこれって2段階メッセージがあると思ってて、私は1個はマリリン・モンローと脱退した元メンバーを重ねてるっていうのが1個目のメッセージで、スジンちゃんのロールモデルがマリリン・モンローだったんだけど、彼女もこのメディアにつけられた悪いイメージでかなり苦しんで脱退しちゃった部分があったから、その勝手にイメージをつけていく私たちに対する問題提起っていうのが1個、だからヌードって言葉に性的な意味を持たせた人だったり、そういうことに対する問題提起が1個と、歌詞で何回も出てくる
私は愛されなくてもありのままで生きる、なぜなら私たちは裸で生まれたから私はヌードで生きていくっていう歌詞がずっと何回も流れてきて、それは周りがどう思うと仮に愛されなくても批判されても自分は自分らしくいたいっていう2つのメッセージがあると思ってるんだよね。で前者の問題提起ももちろんその社会的な意義が大きいし感動したんだけど、私は結構その後者のありのままの自分で生きていく、裸で生まれてその心を裸で生きていくっていう部分にすごい感動して、あ、なんか私もなんか自分の心をこう偽って生きていく必要ってないんだなって、この曲を何回も聴くと思うんだよね。そうだよね、自分らしく。そう私たちがドゥルを好きなのはリーダーのソヨンが全部作詞作曲をしてて、毎回すごい明確なメッセージがあって、社会的インパクトを与えてて、次はどんなメッセージでくれるんだろうっていう風に楽しみにできるっていう部分が私はなんかすごい大きいなって思う、実際人生変えられてるしね、私それで、人生ね、変わるぐらいの影響力あるんだよね。そう私としては今この動画を見てる方たちは結構学生さんも多いし、結構悩んでる子が多いかなっていうのをなんとなくコメントとかを見てて思うんだけど、一回何か違和感を感じた時、自分のセクシャリティとかね、一回否定する方向にさやっぱ働いちゃうんだよね、なんか普通でありたいってやっぱこの日本に住んでると思っちゃうし、自分を否定する方向に行っちゃうかなって思うんだけど最初は。けど長い目で見て多分自分を否定するよりも受け入れた方が多分人生はかなり楽になるというか、楽しくなることが多いっていうのが一個伝えたいことかなって思うかな。今でも、自分のこと分かんないこともいっぱいあるし、全然分かんないけど分からないくていいと思うから、なんか自分の気持ちに素直になれたら一番いいよね。そうなの。なんていうのかな、無理やり当てはめるわけでもなく、そうこれはセクシャリティに関わらず、例えば人生のルートとして就職先こっちの方が安定してるって分かってるけど、でも私はこの業界に挑戦したいとか、なんかやっぱり心でこれがいいって思ったことに最終的に人間は戻っていくなって思うから、無理して自分が我慢すればうまくいくみたいな選択はなんかやっぱ苦しめるからあまり取らないでほしいなっていうふうに思うな。自分を大切に、自分を大切に、ありのままの自分を本当に愛して認めてくれる人がきっといるから生きていってほしいなっておば目線で思う。人生のテーマはせーの、シンコペーションちょっとフライングしたね。シンコペーションもっと裏拍みたいに取らないと2人ともでずらそうとしたらさカチビそれではあれ捕まった助けて。ネボボ界隈ってさ本当にセクマイが多くてさ、そうなんです。見てくれてるか分かんないけどネボボがなんかさ体感3割ぐらいセクマイじゃない？もうちょっといるかも。いるかもね、本当に多いね。ネボボ関係で出会った子にさ、私彼女がいて多分バイなんだみたいなの言うとさ、そうなんだ私もだよみたいなことがさ、結構多くて会話に救われてる、それもある。ファンに救われてる部分も大きいなって思うな。なので不況いらっしゃいはいじゃあはいということでちょっと何の動画がよく分かんなくなっちゃったけど私の話を聞いてくれて最後まで見てくれてありがとうございました。それでは次の動画までバイバーイ。ギュッギュッギュッ。だいぶ本当よかった。よかったね、めちゃくちゃ、やっぱね、シンコペーションなんだよ。シンコペーションだね。シンコペーション。シンコペーション。そうなの。シンプルにみんな美女がよく、そうなの。みんな可愛かった。可愛かった。隣でりーちゃんもわーってなってた。腰抜けそうやった。そうなの、腰抜けそうになって。ライブ中もね、こうやって2人で手つないで、そうなの。ギュッてギュッギュッ、シファのソロがやばかった。やばかった。
その時の手話がさほんとよくって、恋なんかもう本当にはってなった。なんかこれまでそうミンにリア光沢してたからさ、あんまり考えてなかったけどさ、ミンニさんの空もめっちゃ良かったし、なんか見ていいんですか？やばい、見ていいんですか？そうなの。見ていいんですか？ちょっとセクシーすぎてびっくりしちゃった。ネバボじゃない人も一回ミンにシンコペーションって検索してライブの映像見てほしい。なんかすごい、なんかすごい良かった。ほんとシンコペーションだから。そっか、シンコペーションだし、他はミンニが可愛かったのと、ミンニはいつも可愛い。そうなの、すっごい良かったし、やっぱりリーちゃんと出会うきっかけになったドゥルに2人で会いに行けて、わかんのでシンコペーションではいすごい良かった。全部良かったしか言ってなくて可愛い。語彙力がないんでね。そうなの。まあいいや。早く結婚してさ、シュファと4トンしてさ、そうなの。シェシェにって言わなきゃ。シェシェにみんなね。頑張って台湾語喋ろうとしてたんだね。そうなの。台湾のたーちゃん。私の挨拶で。シェシェにめいい時代かもね。シェシェに。そう、シュファにね、シュファとドゥルのみんなにお礼参りに行かなきゃいけない。本当にそうなの。私たちあなたたちのおかげで出会いましたと。本当に。そうなの。ただ好きだからなんじゃなくて、そのドゥルのメッセージ性に心打たれた私が勇気を出して行動した結果、サクちゃんに出会えて。そうなの。なのでこれからもシンコペーションで生きていこうと思いました。思ったね。私たちは自分らしく生きていいんだと。そこに存在してるってことを認めてもらえるの大きくない？存在を認められてるよね。ゲイもいます。ゲイ。そう、すごいいいライブでした。よかったね。ちゃんちゃん。いっぱい喋るですごいじゃん。ありがとう。じゃあ。バイ。イヒヒだってかわいい。バイビー。あ。ラララララシュタマー。